ご視聴ありがとうございます。KK です。今回の動画では前回に引き続きこのミラクルスポンジを使い、もみじとイチョウの葉を切りスタンプしていきたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。まずもみじの葉の描き方です。中心となる点を下の方に打ちます。そしてその点を通るようにして1本のラインを引きます。最初に打った点から左右対称になるように2本ずつ線を描いていきます。そのラインを包むようにして葉を描いていきましょう。一番下の2枚の葉の形はとても短くなります。今回はこの7枚に分かれた葉の形を使ってスタンプしていきます。ミラクルスポンジに先ほど描いたようにもみじの葉を描いていきます。ハサミで切っていく場合は先に大きい輪郭を切り取って後から細かいギザギザを切り取った方が切りやすいと思います。切り取ったミラクルスポンジを水に入れましょう。このように幅が厚くなります。よく絞り、これをもみじを描くのに使っていきます。リースを描く前にこのもみじを使ってちょっとイラストを描いてみました。今描いているのは水の流れです。筆を縦方向に固定すると横の線が細く描けます。それを利用して描いているところです。この上にもみじをスタンプしていきます。色の付け方で大事な点は輪郭をはっきりさせるために周りにしっかり色をつけることです。色のブレンド具合をパレットの上やまた使わない紙の上にスタンプして試してみましょう。自分のイメージした色になっていることを確かめて実際にスタンプしていきます。このイラストでは上からもみじの葉が落ちてくるイメージでスタンプしていきました。違う色に変えたい場合はスポンジをよく洗い新しい絵の具をつけ直します。このようにスポンジは何回も使うことができます。また絵の具をきれいに洗い流しておけば次の機会にも使うことができます。保管していろいろな場面で使っていくと良いのではないかと思います。葉脈は一つの点から伸びるように描いていきます。葉の柄に当たる部分も同じ点から伸ばしていきます。ちょっと和風のイラストが出来上がりました。簡単ですので、もしよければ試してみてください。イチョウの葉を切っていきますが、その前にイチョウの葉の描き方を説明したいと思います。形は扇形です。扇形の中央あたりに短い切れ込みがあります。これに葉の柄の部分を描いて出来上がりです。ミラクルスポンジにも同じように描いて切っていきます。これも水につけましょう。しっかり水を切ることが大事です。今回はこの3個のスポンジを使ってリースを作っていきました。まずは緑の葉を押していきます。次にイチョウの葉です。ゴールデンブラウンとメープルシュガーの色のブレンドを上手に調節していきましょう。
最後にもみじの葉で色のバランスをとっていきました。葉脈を描いていきます。もみじは一点から広がるように描いていきましょう。イチョウの葉の葉脈は扇形の要にあたる部分に集まるように描いていきます。土台となるリースが完成しました。今回はこの上に松ぼっくりとどんぐりを描いていこうと思います。松ぼっくりの描き方です。基本の形は卵型です。C ストロークのサイドローディングを何段も重ねていくと松ぼっくりの形になっていきます。実際に描いていきましょう。ベースはバーントアンバーのベタ塗りです。そこにサイドローディングで C ストロークを何回も描いていきます。外側のストロークはベースよりはみ出して描くと松ぼっくりらしくなると思います。時々色をゴールデンブラウンからメイプルシュガーにしたり、また2つの色を混ぜたりして描いていきました。松ぼっくりのてっぺんはちょうど小さい花を描くように丸く囲みます。最後に色のバランスを考えて濃い色、薄い色を作っていきました。針のような松の葉を描いても良いと思います。仕上げとして松ぼっくりの一つ一つ出ている部分の厚みを描いていきます。これを描くことによって松ぼっくりがはっきりしてくると思います。C ストロークの先端の部分を塗っていきましょう。一つ一つ揃ってない方が自然な形になると思います。どんぐりの形を説明します。アルファベットの U の字の先を尖らせた形を描きます。その上にかわいいベレー帽を描きましょう。ベースはベタ塗りです。ゴールデンブラウンのサイドローディングを片側に入れると丸みが出てきます。帽子の部分はラインで模様を入れます。明るい部分に点とラインを入れ光っている感じを出しました。ハイライトを入れた逆側にブラックでシェードを入れても良いと思います。他にもリースには葉と実を飾りました。葉はダークフォレストとメイプルシュガーのダブルローディングです。緑に焦げ茶色を混ぜて少しくすんだ色にしています。実がついている枝はシンプルな形にしました。実の色はそのままの色を使ったり2色を混ぜたりして変化を持たせました。ここからは作品の制作過程になります。リースができている過程をお楽しみください。